おはようございます。たかしです。それでは本日のポンド円とドル円の相場分析をやっていきましょう。まずはポンド円の冷やしからです。現在は大きくは下落トレンドなんですね。その中で調整の上昇をしているところ、ここからこういう下落になるのかどうか、今までのこの下落の流れが継続するかどうかっていうところを見ている最中です。ただ、先週の金曜日ですね、このローソク足なんですが、GMMA の青帯の上に今乗せてきているんですね。もちろん本日ここから下抜ければ、この下落が継続なんですが、GMMA の青帯の上に乗せてきているので、ここで下げ止まりを作れるのであれば、もう一段の上昇、このあたりですね、196円付近を目指して上昇していくと考えます。ただ、現在ストキャスティクスも高値圏ですので、仮にここから上昇したとしても、上値は限定的になるのかなと思いますので、一度下落方向の動きを待っておく。もしくは現在は大きくは下落トレンドなので、このまま下落に戻っていくと考えるのがいいと思います。では4時間足です。日足では調整の上昇と言っていた部分がここですね。現在はじわじわと上昇してますが、大きな流れとしては日足のこういう下落トレンドからこういう風になっていくかどうかっていうところを見ております。その目安として4時間足の GMMA ですね。これを目安にしておいていただければいいのかなと。ここを下回るまでは上昇方向に動きやすい。ただし先ほど言ったように、日足のスキャスティクスは高値圏にありますので、そう考えると4時間足の GMMA を下抜けるとここから大きな下落になっていく可能性がありますので、その辺を見ておけるといいですね。基本的には GMMA の青帯付近までもうちょっと下落余地があるので、本日はもう少し下落方向の動きを待ってから次の上昇のイメージを持っておいてください。ただし先ほど言ったように、日足のストキャスティクスは高値圏にありますので、このまま上昇したとしても上値は限定的と考えます。では1時間足です。1時間足は今までが先ほどの4時間足の上昇トレンドで上がってきたんですが、昨日金曜日あたりですね。金曜日からこの昨日の動きを見ていると、どうもレンジっぽい動きになってきてますね。ですので、ここからは上昇のイメージも下落のイメージも両方できそうですので、現在のこの GMMA 付近で今ちょうどレンジっぽい動きになってきているので、こういう動き方を想定しておいてください。つまり分かりにくい動きをするかもしれないというところですね。で、その辺で目安にできるのがこの辺ですね。192.3 付近。そこが一旦の節目と考えてますので、そこからの下落。そして下落してきた場合はこのあたり、190.3 付近、このあたりですね。つまりこの幅、今2円幅あるんですが、その中での大枠でのレンジと考えておいてください。ですので、この高値、192.3 付近を上抜けてくると上昇しやすくなりますし、逆にこの 190.3 付近を下抜けると下落しやすくなります。ただ今この値幅は結構広いので、直近では昨日の高値とか安値、このあたりを意識しておいて、ここを抜けていくのかどうかっていうところを見ておいてください。昨日高値付近まで上昇すれば下落方向の動き、そしてちょうど本日始まったところが昨日の安値付近ですので、ここから上昇していけるか。そして昨日安値を下抜けてくると先ほど言った 190.3 ぐらいまでの下落が考えられますので、その下落に乗っていくという考え方ですね。ではドル円を見ていきましょう。ドル円は基本的に戻り売りという話をずっとしてますので、分かりやすい動きですよね。上昇したところから売っていくという考え方です。昨日の陰線比較的大きいので、本日も戻り売りで考えておいてください。ストキャスティクスも高値圏からデッドクロスなので、このまま140円を割ってくるのかどうかみたいな、そんな動きをしてくる可能性もあります。ただ GMMA の青帯との乖離もありますので、現在地付近で値固めをするのであればもう一段の上昇、GMMA の青帯付近まで上昇してからの再下落というこういう考え方ができますので、もうちょっと上昇方向を見ておいてもいいかもしれません。では4時間足です。4時間足は直近では上昇トレンドに入りかけていたんですね。で GMMA の青帯の上に乗せてきていたんですが、昨日はそこをズドンと下抜けてきました。ということは本日ここからこういう動きを想定しておいてください。GMMA の青帯、昨日下抜けてきたこれですね。この青帯を上抜けられなければここからの下落で再び140円を目指す動き。GMMA の青帯を上抜けてくれば昨日高値付近、このあたり144円付近が意識されてくるので、そこからの反発というこういう動き方ですね。もちろんここ上抜けてくると上昇しやすくなります。では1時間足です。1時間足は比較的分かりやすい動きをしてまして、この白い水平線 141.7 付近、ここですね。ここを下回るまでは上昇方向。ただしこの上昇というのは一旦の反発をイメージしておいてください。昨日の下落で GMMA の下に入ってきてますので、基本はこういう戻り売りを想定なんですが、もうちょっと下がってくると、このあたり過去の安値付近ですよね。この辺は意識されてきますので、一旦の上昇。ただし基本的な流れとしては戻
戻り売りです。黄色のゾーンぐらいまで上昇してくればそこからのまた戻り売りが考えられますし、この過去の安値を明確に下抜けてくると140円を目指して下落していくと考えます。なので考え方は単純ですので、非常にドル円やりやすい相場かなと思いますので、引きつけてトレードをしていくようにしてください。それでは本日は以上です。現在使用しているのがトレーディングビューというチャートなんですが、大変使いやすいものですので、良ければ一度ご利用ください。無料で利用ができます。概要欄に URL を貼っておきます。また昨日のドル円の下落はノートのメンバーシップでも投稿しておりました。リアルタイムな相場の状況をノートメンバーシップでは投稿したりしておりますので、良ければご利用ください。ノートメンバーシップは掲示板専用プランがありますので、リアルタイムな投稿に関しては掲示板を使っております。他の有料投稿に関しては毎朝の分析、あとは週末の限定動画ですね。FX のスキルを上げていきたい方は、この限定動画と毎朝の投稿をご視聴ください。こちらも概要欄に URL を貼っておきます。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。